この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は紙絵の共通点、うまいと思う絵、実はこうなってます。ということで、僕は添削動画を通して様々なイラストを見栄えが良くなるように添削させていただいております。このイラストが、こうなったり。ね、確かに見栄えが良くなったでしょ？これね、ビフォーアフターを比べてみると、印象がガッと一気に変わるので、一見ね、絵全体を大幅に変えないとこうならないんじゃないかと思うんですが、それ完全に間違ってますよ。添削動画を実際に見ている人はわかると思うんですが、いろいろな絵を添削しているとですね、たとえイラスト全体を修正しなくても、ここだけ修正すると、あるいはここだけ意識すると、ぐぐっと一気にイラストが良くなっちゃうっていう共通点があることに気づくんですよ。もちろんね、添削動画を全部見ていただいて、そういう共通点にね、ご自分で気づいていただくのが一番いいんですが、でもそんな時間ないよっていう人も多いじゃないですか。なので今回は皆さんの大事な時間を節約して、紙絵の共通点という着眼点で一気に添削動画を横串でぶっ刺してですね、超効率的に上達のポイントを摂取できるような形にしちゃいましょう。この動画を見ていただければ、うまい絵って色々あるけど、でも実際にどこをどう意識すれば紙絵と呼ばれるようなうまい絵を自分でも描けるようになるのか効率的に知っていただけると思います。それでは早速行ってみましょう。カラー編。カラーパレットを先に決めている。まずこれは、色が苦手な人は積極的にやってほしいテクニックなんですが、描きたい絵の内容を決める前に、使いたい色をまず決めちゃうっていう方法です。例えばね、こちらのイラストなんですが、いやー、こんな夏を僕も過ごしてみたいなっていう、思わずね、そういう妄想をしてしまうぐらい、エモいシチュエーションのイラストですね。ただね、ご本人のお悩みとして、色選びがわからずまとまりがつかないというお悩みをいただきました。これに対して僕は、こんな添削をさせていただきました。これは何をやったかっていうと、カラーパレットを紫系統にまとめていくっていうことをやりました。並べてみると分かりやすいと思うんですが、元の作品は黄色、緑、青がそれぞれ印象的に見えるトリコロールカラーになっています。トリコロールっていうのは3つの色の組み合わせのことですね。このトリコロールカラーって色が苦手な人ほどやってしまう組み合わせで、すごくね、インパクトが強くなるっていうメリットはあるんですが、もうそれだけね、それぞれの色同士が喧嘩してしまうので、ともするととても子供っぽくてまとまりのない印象にもなりがちなんですよね。それに対して僕は印象的に見えてほしい帽子や顔周りを除いて色同士の喧嘩が起きないように紫の同系色に寄せていくっていうことをしました。大きなところで言うと、ほら、砂浜の黄色が青系統に寄せられたことで一気にね、まとまりが良くなったでしょ？これはね、添削動画なので描いた後に色をまとめるっていう処理をしましたが、むしろね、色って先に決めちゃっても全然いいんですよ。というか、色が苦手な人は絵を描く前にカラーパレットを5色ぐらい先に決めちゃって、その色だけを使って絵を描いていくことで簡単に、そして綺麗に絵を描くことができて楽しいと思います。例えばね、こちらの動画、7ステップで背景は簡単に描けます。では、実際にそのようにして絵を描いていってみました。本屋さんに行くとね、こういう綺麗な色の組み合わせの配色アイデアって、実はね、本になってまとまっているので、この本の中からね、あ、この色綺麗だなって、そういう色の組み合わせを選んできてですね、もうその色だけを使って絵を描いてみるんですよ。そうすることで、ほら、もう何も考えなくても綺麗でまとまりのある、人を引きつける色味の絵って描けちゃうんですよ。ちなみにイラストレーターの上倉エク先生もですね、以前お話を聞いた時には、先に5色ぐらいの色の組み合わせを選んで、そこから絵を実際に描いていくっておっしゃっていました。これね、結構みんなやらないんですけど、もうなんでやんないのって思うぐらい、実際に紙絵師も使っているめちゃくちゃおすすめな方法です。光と影で見せどころを作っている。次に紹介する紙絵の特徴は、光と影で見せどころを作るっていうテクニックです。これは主にどういうところで使うかっていうと、こちらのイラストを見てください。これもね、可愛い表情と小物類を丁寧に描けていて魅力的なイラストなんですが、本人の悩みとしてね、何かが足りないような気がするっていうお悩みがあったイラストです。それに対してこちらが僕が添削したイラストですね。わかりますでしょうか？添削前にあったなんかちょっと足りないなっていう印象がなくなって、添削後は画面がぐっと
引き締まった感じがお分かりいただけると思います。これは何をやったかっていうと、画面の真ん中に強烈な光を当ててあげて、それ以外を影に沈めてしまったってことですね。人間の目の習性として、光が当たった部分に目が吸い寄せられるということがあるので、目が吸い寄せられる光の部分を作ってあげると、その他の影の部分には目が行きにくくなりますから、全体的にね、密度をそこまで上げなくても画面がまとまって、いい絵だねっていう感じがするんですよ。もう一例見てみましょうか。こちらのイラストです。窓辺に佇む男の子に猫がスリスリってしていて気持ちいい風を感じるイラストです。とても素敵な雰囲気が描けている絵なんですが、ただこのイラストもね、ちょっと窓の部分に不必要に目がいってしまって、メインの男の子と猫への視線誘導を邪魔してしまっていました。なのでこう添削させていただきました。もうね、男の子を全部影にしてしまって、背景とのコントラストを思いっきりつけてあげる。こうすることで、背景と人物に大きな明暗差がつきますから、影なんだけど前よりもパッとそこに目がいって見やすくなるっていう効果を作り出すことができちゃうんですよ。2つのね、添削後のイラストを並べてみるとこんな感じ。見せ場の作り方が2つとも違いますね。1つは画面の中央に光の面を集めて、そこに視線を集中させるっていうやり方。もう1つは逆に見せ場を影に沈めて、その他を光で満たしてあげて、そして影の方に目を行かせるっていうやり方。どちらもね、すごくやりやすい方法なので、ぜひ自分のイラストに活かしてみてくださいね。構図編。人物以外もしっかりと構図を考えている。そして次に紹介する神絵の共通点はですね、ちょっと耳が痛い人もいるかもしれません。キャラクター以外についてもしっかりと構図を考えているっていう特徴です。例えばこちらのイラスト。もうね、僕も子供の頃、手から炎とかエネルギー体を発生させて、食らえとかね、おー死ねとかね、そういうのやりたいなーって強く願っていたんですが、その願いはね、ついぞ叶えることができませんでした。ですが、今もね、こういうイラスト見るのは好きです。ただね、一点僕が気になった点としては、せっかくの炎が脇役に追いやられてしまっているっていうことですね。多分これ、まずは人物を描いて、で、その人物を邪魔しない横の方に炎を後で描いたっていう感じだと思うんですけど、それだとね、やっぱり後付け感が出てしまうんですね。なので僕はこんな風に添削しました。もうね、炎を全面的に前に出して、人物だけではなくて、炎ありきの構図にしてしまうっていうことです。確かにね、添削前の方が、画面の前の方に何も横切ってないので、人物自体は見やすいかもしれませんが、たとえ人物の前を横切らせてでも、炎と人物を同格に扱って、構図を考えてあげた方が、より一体感があって臨場感のあるイラストに仕上がることがお分かりいただけると思います。もう一例見てみましょう。こちらのイラストです。今言ってるのって人物以外の構図を考えるっていうことでしょ？このイラスト人物以外何も描いてないじゃんって思われたかもしれません。ごめんなさい。確かにそうです。ですが、この場合僕が言いたかったのは、顔はもちろんのこと、手や腕の構図の入り方で、イラストの躍動感が一気に変わるよっていうことです。添削後のイラストを見てみましょう。はい、どうも。ね、色もそんなに変わってないですし、エフェクトなどによって動きを追加したわけではないにもかかわらず、添削後の方が、キャラクターがより生き生きと感じられるようになった気がしませんか？その理由が、手と腕の画面の入り方です。添削前はですね、腕全体で底辺が安定した三角形を作ってしまっていて、どうしてもね、下に重たいニュアンスが出てしまっていました。それをこんな風に横に少し傾けた三角形にしてあげることで、底辺の安定性を崩してあげて、絵に動きをもたらすことができたというわけです。人物、あるいは顔はもちろんそうなんですが、できれば人以外の要素についても、ちゃんとね、構図に含めてあげて、後付けではなくて、それ込みで画面構成を考えてあげられると、ワンランク上のイラストを目指すことができると思います。これね、描き慣れない人にとっては、ちょっと難しい部分かもしれませんが、慣れてきたら、ぜひチャレンジしてみてほしいです。必要な要素以外を排除している。次に紹介する神絵のポイントは、必要な要素以外を排除しているっていうことです。ちょっとこれは言葉だけだと伝わりづらいかもしれませんね。早速、例を見てみましょう。例えばこちらのイラストです。この作者の方は、この時高校生で、もうこの時点でめちゃくちゃ高い画力を持っていることに嫉妬すら感じるんですけど、ただ僕から見た時に、これもう重箱の隅をつつくようで申し訳ないんですけど、この後ろの葉っぱがですね、気になったんです。この絵って、この青くて美しい蝶々と、その蝶々を束ねる蝶の女王様がメインだと思うんですが、それゆえにですね、間を持たせるために入れ込まれている、この葉っぱの緑が気になってしまったんですね。なので僕はこのように添削しました。もうね、
青だけ。この作品は青だけで構成した方が絶対的に神秘的でかっこよくなるって思ってですね、絶対に必要な青以外の緑の部分をもう全部抜いちゃったわけです。いや、気持ちはわかるんですよ。ものづくりをしているとどうしてももっと何か足した方がいいんじゃないかってね、間を埋めた方がいいんじゃないかって不安になって、空いている空間に何かを配置したくなっちゃうんですが、そんな必要はありません。いやだって料理だってそうでしょ？ハンバーグを注文したらもう熱々のお皿にジューってね、ハンバーグがドーンって乗っかってればこっちは大満足なのに、その横の間を埋めるかのように冷凍のグリーンピースとかちょっと乗ってたらもう嫌じゃないですか。メインが魅力的だったらもうメインだけでも十分なんです。さあ、他の例も見てみましょう。こちらは絵柄はものすごく違いますが、同じことが言えます。はい、こちら。なんともね、脱力系の表情が魅力的なキャラクターですよね。でもこちらのイラストにも間を埋めるように背景の緑、そして海、あとは地面のコンクリートが大きな面積で描かれております。それによってね、このイラストの主題が見えづらくなってしまっているんですね。ちなみにね、こちらのイラストは命の儚さをテーマに描かれたイラストでした。なので、命の儚さを表しそうな部分はどこかっていう視点で、このイラストを見てみると、猫と食べられた魚が必要な部分で、それ以外はあまり必要ではないように見えます。なので僕はこのように添削しました。魚をいくら食べても空腹な猫と、食べられる順番を待っているしかない魚ですね。それ以外は海も地面も極力排除。必要なものだけで構成します。こうすることでね、必然的に絵の主題にしか目がいかなくなるので、この作者はなんでこのイラストを描いたんだろうってね、初めて作者の言いたいことに興味が向くようになるんですね。線画編。線が線以上の役割を果たしている。最後に紹介する紙絵の特徴は、線が線以上の役割を果たしているですね。ちょっとね、ここに関してはかなり高度なことを言ってるので、もし仮にこれができたとしたら、もうすでにあなたはプロだと言い切ることができると思います。元のイラストはこちらですね。はい、こちらはですね、大人気声優の結城葵さんの作品で、もうこの状態のままでもクオリティがめちゃくちゃ高かったので、もう一体どこ直せばいいんだって頭を悩ませました。なので結果的に超ウルトラ高度な添削をしてしまった回だったんですが、僕はこのように添削しました。これ、わかるかな？ちょっと引きの状態だとわからないと思うので、少しキャラクターをアップにすると、例えば髪の毛の線とか、肉球の線とか、首元のフリルの線とかが、ほら、黒い線じゃなくて薄くなっているのがわかると思います。これはね、色トレースって言って、線の色を薄くすることで、周りの色にね、馴染ませるっていうテクニックなんですが、なぜ色トレすると見栄えが良くなるのって聞かれて、ちゃんと答えられる人って、少ないと思います。その理由はですね、一言で言うと、色トレすることで線が影に見えるからです。例えば分かりやすい部分で言うと、髪の毛の線を見てください。黒い線。この場合は濃い茶色だったんですけど、元の濃い茶色の線の状態では、線は線にしか見えなかったと思います。ですが、ここに色トレをすることで、髪の毛の色に馴染んで、この線の部分の段差が小さくなったように感じられて、撫でた時にね、ツルツルっとした質感に変化したと感じませんか？これです。これが線が線以上の役割を果たした瞬間なんです。これですね、実は厚塗りをしたことがある人だったら、すごくわかりやすい感覚だと思うんですよ。こちらの動画、これだけ厚塗りが簡単にできる手順とはで具体的に紹介しているんですが、厚塗りってですね、一旦線を描いて、その線を周りの色に馴染むように塗り込めていくっていうやり方があります。この工程は、ただの線だったものを周りの色に馴染ませていくことによって、線を影にしていくっていう描き方なんですけど、これを線がはっきり描かれた状態で実現してしまうっていう、そういう力技が色トレなんですね。なのでね、色トレってある意味厚塗りなんですよ。この色トレをやる意味をきちっと知っているのと知っていないのとでは、同じ色トレをするにしても結果に雲泥の差が生まれてしまいます。ぜひ色トレをする際には、ただの線だったものを影に見えるようにするという目的を持ってやってみてください。あなたのイラストが数倍魅力的に紙絵に変化すると思いますよ。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回途中で紹介した動画、7ステップで背景は簡単に描けますは、どうやったらイラスト
その書き始めから書き終わりまで、いい感じに書いていけるのかっていうイラスト制作の流れについても同時に詳しく解説した動画になっております。なかなか絵が完成できないな。うまく描けずに途中で諦めちゃうんだよな。という人にとってヒントをつかめる動画だと思うので、興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。